はい、こんにちは。今回から個々のキャラクター考察を重点的にやっていきたいと思います。初回誰にするか割と悩んだんですが、大誘拐賞の立役者の一人でもあるクシャーン大帝ガニシュカの考察をしていきたいと思います。今回は前編ということで、ガニシュカの人となりについて深掘っていきます。それでは行ってみましょう。ガニシュカ大帝はクシャーンの王にしてベヘリットによって転生した使徒でもあります。霧という自然現象そのものの姿の使徒であり、雷を発生させることができ、霧状であるため物理的ダメージを受けづらい。使徒としては最強クラスではないかと思います。ゾットですら単体では勝つことができず、魔を殺しまくることで覇者の剣となったドラゴン殺しを持ったガッツとの共闘で初めてダメージを負わせることができました。いやー、ここも本当に名シーン。使徒になる前、人間だった頃の性格や強さなどによって使徒としての強さも決まるのだと思いますが、おそらく身分も関係しているのでしょう。そもそもガニシュカは人間だった時から戦争や謀殺などでえげつない数の人間を殺しているので、そのあたりも使徒化した時の力に影響しているかもしれません。ゴッドハンドになったグリフィスを前にしては手も足も出ませんでしたが、それ以外の使徒から比べたらはるかに強いことは間違いないでしょう。クシャーンの王になるべく生まれついたガニシュカですが、34巻逆行によると、王宮は剣謀術数の地獄のようなところで、幼少の頃より命を狙われ続けたようです。まずは弟を溺愛する自分の母から6歳の時に毒を盛られます。自分の身を守るため夜中に弟を殺害し、それを目にした母は身を投げて死にますが、その後も宮殿中の王族、貴族から命を狙われ続け、その度に様々な手を使って生き延びてきたのでしょう。そのようにして生き延びたガニシュカを、その父である先代の王は疑い、恐怖していました。それに気づいたガニシュカは事故に見せかけて先代の王も葬り、ついに王座につきます。しかしその後も近隣諸国の王たちが彼の命と領土を狙ってきました。生き延びるために全知全霊をもって戦い、幼少期から培った毒蛇のような狡猾さで切り抜けていきました。彼には隣国の王族からめとった妻とその間に一児を設けましたが、幼少期に母から殺されかけている彼には母と子というものに対してトラウマがあり、戦に明け暮れて家族を顧みる暇などないように見せかけて距離を取っていました。数年ぶりに王宮に帰還した時、宴の席でガニシュカはまたも毒を盛られます。青年になった彼の息子は父である彼を恐怖の目で見つめていました。息子に毒を盛られ、息子の近衛兵によって殺されかけた彼が手にしたのはかつてサドゥからもらったベヘリット。息子を生贄に捧げた彼は使徒に転生します。このガニシュカの生い立ちを振り返って繰り返し出てくるキーワードは恐怖ですよね。6歳にして自分の母から殺されかけている彼にとって、この世の全てが信用には値しないものとして刻みつけられたことは容易に想像できます。この母というのが本当の母なのかどうかという厳密な言及はないのですが、もしかするとガニシュカの本当の母は彼が幼い時に死んでいて、彼を毒殺しようとしたのはママ母なのではないかという可能性もあるかなと思います。実の母が兄弟のうちの弟の方だけを可愛がって王座につけんがために兄の方を殺そうとまでしますかね。まあそういう頭おかしいやつもいるかもしれませんが、弟が腹違いである可能性は十分あるかと思います。ただガニシュカにとってはどちらにせよ愛しい母だったのでしょう。その母から毒殺されかけるという経験が彼のこの世に対する尋常ではない恐怖の発端になっているかと思います。その後も周囲の王侯貴族から謀殺されかける彼ですが、この繰り返しが起きてしまうことも、その王宮が剣謀術数の魔の巣のようなところであったこととは別な理由がありそうに思います。それは彼の中に常に周囲に対する恐れがあることが、そのような状況を招いてしまうのではないかということ。この考えは引き寄せの法則とかにも近いものがあるのですが、周囲に対して恐れの感情を振りまいているがために、周囲から攻撃的な感情を向けられるということも心理学的にはあることですよね。その後の彼のセリフ、恐れさせねばならなかった。恐れた分の何倍もに端的に言い表されているように、
彼は自身の不幸な生い立ちと王位継承者として様々な人間から向けられる殺意に幼い頃から向き合うことを余儀なくされました。その尋常ではない恐れを覆い隠し塗りつぶすために、周囲に恐怖を味わわせねばならないということを心情に生きており、その姿勢が常に新たな敵を生み、またその敵とその周囲を恐怖させというサイクルが出来上がっています。そしてその結果は自分の行ってきた因果の通り、実の息子をかつての息子のように恐怖させ、殺されかけることになる。王族として生まれながらこれだけの不幸に見舞われる帝王も珍しいですよね。望むままを行う使徒に転生した後の彼の行動は、その規模がエスカレートしていきます。おそらくベヘリットを送った本人であろうダイバに人造のベヘリットである魔子球を作らせ、様々な魔物を量産してはミッドランドを攻め倒す。クシャンに占領されたウィンダムはさながら魔物の救う的と化しています。その規模こそ大きくなっていますが、周囲に恐怖を振りまくということに関しては使徒になる前と同じ行動と言えます。転生し受肉したグリフィスが何も変わりはしないと言っていますが、ガニシカにも同じことが言えて、彼の行動も人間の時と使徒転生後見事に一貫しています。そして肥大した彼の恐怖心は使徒としての彼の本能であるゴッドハンドへの渇望や忠誠心ですらねじ曲げてしまう。肥大した恐怖心を他者に対して振りまくという性質が強戦士の甲冑を装備することになり、その憎しみに飲み込まれようとするガッツと奇妙な一致を感じます。一度ガニシカはガッツを配下に引き入れようとしますが、それはガッツがゴッドハンドに対して憎しみを抱いていることとは別に、その人間の性質に対して共感する部分もあったのかもしれません。使徒でありながらクシャン帝国大帝である自分の誇りと今までの生き方を主であるゴッドハンドへの忠誠よりも優先するというガニシカの意地っ張り具合がすごく好きなんですよね。最終的にはその意地の張り方など彼の性質の全てが因果の中に組み込まれていて、大誘拐症を発生させるためのかませ犬のような役割になってしまうわけですが、この辺りかわいそうといえばかわいそうなんですが、我を通し続けるガニシカには一種のシンパシーのようなものも感じます。ということで今回はガニシカ、その人となりについて考察していきました。ベルセルクの中でも生粋の悪役である彼ですが、その生い立ちには同情できる部分もあります。自分としてはかなり好きなキャラです。次回はガニシカ考察後編をお届けします。2度の転生を果たした彼に起こったことを深掘りしていきます。今後こんな感じでベルセルクに登場するキャラクターの魅力について考察する動画を何本か作っていきたいと思っています。お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。